皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは東京封鎖についてです。東京都における新規感染者数というものが急増し始めました。もしもこのままのペースで感染者が増え続けるようなことになれば、それは東京を封鎖しなければならないという、そういった懸念が出てきました。これまではかろうじて持ちこたえていたものが、ついにその持ちこたえていた状況から悪化する方向へと進もうとしているわけです。一体なぜそのようなことになったのかといった考察と、それでは都市封鎖をした場合、一体どのようなことが起こるのか、そういったことについてもお話をしていきましょう。というわけで今回のニュースはこちら。東京都の新規感染者数というものが急増しています。これに対して政府がどのような手を打とうとしているのかを見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。東京の感染は想定の2倍。爆発的拡大強まる懸念。東京都の新規感染者が急増し、小池百合子知事は急遽週末の外出自粛やテレワーク徹底の要請に踏み切った。東京の感染増加幅は専門家の想定の約2倍。感染拡大のペースを抑えられなければ、海外で相次いでいる都市封鎖、ロックダウンや爆発的な感染拡大、オーバーシュートも現実味を帯びる。自粛ムードの緩みも背景にあるとみられ、関係者は危機感を募らせている。1週間で患者は51人増える。実は厚生労働省のクラスター、感染者の集団対策班は、20日からの3連休に入る前、東京で今後感染が増えると予想する文書を作成し、都側に警戒を呼びかけていた。9日から15日の東京の新規感染者数は計25人で、ゼロの日もあった。これに対し文書では、現状の対策のままでは、25日までの1週間に51人、26日からの1週間で159人、4月2日からの1週間では320人に急増すると警告していた。現実は想定を超えていた。23日に16人、24日に17人を数えた新規感染は、25日に41人と一気に膨らんだ。同日までの1週間の増加人数は101人と、クラスター班の予想のほぼ2倍に達した。これはまずい。都の担当者の顔色が変わった。東京都で25日に感染が確認された41人のうち10人以上は、同日時点で感染経路が分かっていない。感染がパンデミックになったため、帰国者の感染確認も相次いでいる。クラスター対策班のメンバーの一人は非常に良くない状態。新規の感染者が減らないと焦る。このまま感染拡大が続くと、海外で相次いでいるロックダウンも現実味を帯びる。ロックダウンについて小池都知事は25日の緊急記者会見で、今すぐということではないとする一方で、何もしないで推移すればロックダウンを招いてしまうと強い危機感を示した。感染者が急増しているイタリアは、全土で人の移動を制限し、レストランなどを閉鎖。スペインも全土で原則、外出を禁じている。インドも25日全土を封鎖した。東京でもロックダウンとなれば、事業所の閉鎖や公共交通機関の一部運行見合わせ、外出禁止といった措置が取られる可能性もあり、経済分野を含めて影響は甚大だ。小池都知事はそれを避けるために自粛をお願いするとしている。オーバーシュートが起きた場合、厚労省の最悪の想定では、東京都で1日4万5千人が感染を疑い外来を受診する。都は個室対応可能な病床を4000床を整備する方針だがとても足りず、病床は重症者のために空け、軽症者は自宅療養といった対応を求められることになる。政府の専門家会議のメンバーである押谷教授は、特に都内の歓楽街の飲食店でクラスターが起きている可能性が高い。最近立ち寄った人は検温をするなど体調に気を配り、症状がなくても極力自宅で仕事をすべきだと呼びかける。歓楽街はすでにオーバーシュートしている海外の都市に匹敵するぐらいリスクが高いと考えてほしいという。東京の情勢が不穏なため政府が少しずつ動きを強めています。外出自粛期間は21日程度。政府の対処方針判明。政府が設置した対策本部が策定する基本的対処方針の原案が26日分かった。感染が全国的に蔓延し、緊急事態宣言が出された場合、都道府県知事らが住民に要請することになる外出自粛期間は21日程度と明記した。対処方針では、首相が緊急事態宣言を出すにあたっての重要事項が盛り込まれた。宣言が出された場合、知事らには住民の外出自粛や人が多く集まる施設の利用制限を要請する権限を付与。自粛などの日数の目安は、
21日程度とした上で、地域の感染状況を踏まえ、短縮や延長などの判断が柔軟に行えるようにした。オーバーシュート、爆発的な患者急増や、感染経路が不明な患者が多数発生した地域では、重症者に集中的に医療を提供、入院ができず、やむを得ず自宅療養となる軽症者は、電話などで遠隔で健康を管理し、都道府県には食事の提供など必要な支援を講じるよう要請する。また、厚生労働省には、外出の自粛期間中に、市町村などが一人暮らしの高齢者や障害者に対して行う見回りなどの活動を支援するように求める。これまでの日本の状況を総じて評価すると、それは持ちこたえているという表現を使われることが多くありました。それは、もしもこのままずっと続くようであれば、次第に収束するという期待を持たせる言葉でもありますし、同時に何か問題が発生すれば、このまま状況が悪化する方向へと進みかねないという、そうした分かれ道に常に立っているような状況だからです。そして今回東京都における新規感染者数というものが増加し始めた、この傾向というものは残念ながら暗転している、状況がこのまま悪い方向へ進もうとしている、そういった警告を発しています。これまでなぜ日本がよく持ちこたえていたのかというのは別の動画で一度考察を行いました。それは日本人特有の生活様式や習慣、衛生環境に対する考え方というものが欧米や中国と違うということが今回の感染症に対しては非常に有効であろうというふうに私は考えています。例えば誰かと会った時に握手やハグなどはしませんし、今回の件で手洗いの回数がずっと増えたという人も多いでしょう。また日本人であれば入浴する回数というものも1日1回というのに近いような人が非常に多いはずです。そうした日本人特有の文化や生活様式といったものがプラスに働いて、これまではよく持ちこたえてきました。しかし感染者数が増えてきた。このことについてどのように考えればよいのでしょうか。現在専門家からの見解としては、これまでとは違った感染経路をたどって日本国内において新規患者というものが発生していると推測を行っています。まず第1期における感染というものは中国や韓国といった隣国からの流入というものが問題でした。ですから観光客と接する機会の多いような、例えばバスの運転手であったり、バス添乗員であったり、また観光に関わるような業種の人たちがなりやすいといったことがありました。もちろんそこから派生して様々なところに飛び火していったわけですが、この飛び火を抑えるための集団感染を追跡するということは非常にうまくいっていたように思います。ただし、今起こっているのはそうした第一次感染とはまた別の話で、第二次感染の波がやってきたというふうな表現が行われています。では一体どこから入ってきたかといえば、それは残念ながら海外からやってきた観光客ではなく、海外へ旅行していった日本人が海外から日本へと感染を広げているというふうな予想がされています。ですから、第1波の感染の波と今回の第2の感染の波は違う風に広がっていると考えられます。第1次の波においては観光客ですから、観光に関わる人たちが中心に蔓延しました。しかし、第2の感染は日本人自身が海外に行ってそれで移されてきて戻ってきたという形になっているので、日本人の誰もが行く場所に感染者がいるという状況になってしまいました。ですから人混みを通して日本人同士での感染が広がってしまい、一体どこから移ったんだろうという話になってしまうわけです。この話を裏付けるように今東京都における新規感染者数の増加というものを見ていくと、感染経路不明であるといった形の人が増えています。これは日本人同士で感染が広がっている証拠であり、残念ながら集団感染の発生というものを追い切れない状況が発生しつつあることを示しています。ですから状況はだんだん悪くなるだろうという予想が立っているわけです。しかし海外に旅行していた人たちが帰ってきたからそれで移ってきたんだ、そういう人たちが悪者だというには少し言い過ぎな面があります。そもそもこの病の非常に注意しなければならない点というのは、例えば若い人の場合は無自覚もしくは症状が非常に軽いというのが一つの特徴として挙げられています。海外旅行に行って帰ってきた、なんだか熱っぽいなといった程度で特に重く考えないような人がその後日本に帰ってきて普通の生活に戻っていくといったことは別に珍しいことではないでしょう。そうした人の中から知らず知らずのうちに感染が広がり、感染経路を追い切れないというのが今の状況だと思われます。ではこのまま感染者数が増え続けた場合どうなるかといったことについてのお話をしましょう。
まず第一に考えられるのは安倍総理が緊急事態宣言を行うということです。現在の法律においては全国的に蔓延したらといったような表現がされているのですが、局地的に発生した場合においても私は緊急事態宣言を行うべきだと思います。例えば東京都において感染者数が非常に多くなったとなれば、問題は東京都だけではなくその周辺都市にも広がっていきます。ですからそうしたものに対して予防的な措置を取らなければなりません。ですから東京都で非常に多くの感染者が出たな、全国に広がるのを待とうなるということをしていてはいけません。東京都で感染者数が急増したなということになれば、それは日本全国に対する緊急事態宣言というものを出すことによって、まだ広がっていない地域に対しても予防措置を講じる可能性が十分あるのです。そして緊急事態宣言が行われた後、各都道府県の庁というものが私たちの地域においては外出自粛要請をしますよといった形でそれぞれの地域で対応を行うことになります。例えばその時に非常に多くの感染者がいる地域においては非常に強力な措置が取られるでしょうが、逆に感染者数が非常に少ない地域においてはまだまだ平穏な生活というものが続くことになります。そして注意しなければならないのは、現在の法律の作り方として外出の自粛を要請することはできても外出禁止令といった形にはなりません。なぜならば家から出ないでくださいよということはできても、家から出たらあなたは何か逮捕しますといったような罰則規定があるような法律ではないからです。あくまでも皆さんお願いしますよという形です。この点は海外における非常に強力な措置とは日本の場合はかなりマイルドな形になっています。また、外出自粛というものをお願いするときにおいても、すべての要件について家から出るなと言っているわけではありません。例えば、日用品を買いに行く、食料を買いに行く、また病院に行かなければならないなど、様々な理由があって家から出ることはあります。そういった理由があっての外出については特にこれを制限するわけではありません。ですから、緊急事態宣言が出された後、どこにももう出られなくなるんだという考え方は少し違いますので、そこはご注意ください。それでは今後の見通しについても少しお話をしましょう。今一番必要なのは何かといえばそれは時間です。時間を稼ぐことが非常に重要な時期です。一体何のための時間かといえば、それは治療に使える薬を選定するためにはまだまだ時間が必要だということです。既存の薬の中でこれは効くな、どれが効くかな、どのくらい効くかな、どのくらい副作用があるかな、そういったものを様々調べるにはまだまだ時間が必要です。そしてこういった症状の時にはこの薬を使おうといった今ある薬での対処法というものがある程度確立されるまでには時間が必要です。またもっと長い時間軸で考えれば予防薬であるワクチンの開発についてもやはり年単位の時間が必要です。ですからもっともっと時間稼ぎをする必要があります。ですから今必要なのは基本に立ち返ることです。では基本的に守るべきことは何かといえば、それはまず予防策として私たちができること、身近なことではまず手洗いをしましょう。人混みの中には行かないようにしましょう。換気の悪いところに行かないようにしましょう。もしも換気が悪いところであれば環境を良くするための行動が取れる場所になるべく行きましょう。人混みを避けることであったり、換気が悪いような場所を避けることであったり、密閉された空間といったものをなるべく避けるといった基本的なことについて、これまで通りしっかりと守りましょう。残念ながらこの点について少し緩んでいるというふうな表現がされることがありました。例えば、お花見シーズンだね、みんななるべく集まらないようにしてくださいよと言っていても、残念ながら花見のためにみんなが集まっているシーンというものがたくさん報道されていました。もちろん外における集まりなのだから換気はとてもいいじゃないかというふうに考えられることはあるのですが、残念ながらその場所に集合するという行為そのものがどこかで人の集まりというものを生んでしまうことになります。そういった一つ一つの約束事のようなものを守ることによって、一人でも多くの人が感染しにくい状況、感染しにくい状態というものを維持することによって、感染者数の急増といったものをある程度ブレーキをかけることはこれまで通りできると思います。ただしそれはあくまでも確率論として人数を抑え込むということに過ぎず、実際には多くの人が感染する可能性は常に秘めている話です。イタリアやスペインで起きているような病院の廊下にまで人が溢れ出るようなことにならないことを私は祈っていますし、そのため私たちは一人一人が衛生管理に気をつけるようにしなければならないでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。
それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画への評価もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。